例えば若々しい25歳の青年が100歳の老人を指して、これは若子であるというようなものです。はいって感じだよね。もうついていけないので説明をお願いしますっていう、今まで信じてたものが覆された同州将棋。初めて俺が山本君とこういうことやり始めたあの時の山本君は若干感情的になってた感じがするそうなの。なんか同州将棋起きてる時ってそういう感じになるんだけど、ああ、まあなるでしょうね。そうそう、そっからが始まりだよね。斉藤、その大衆の驚きを代表して弥勒菩薩が釈尊に質問します。この無料の菩薩たちは昔から今まで見たことがありません。世尊よ、どうかお話しください。彼らはどこから来たのでしょうか。何の因縁によって集まったのでしょうか。と。池田、有名な弥勒の偽証だね。この弥勒の大いなる問いが釈尊が寿老本という真髄を教えを説くきっかけになっている。質問が大事です。斉藤、他方の国土から来た分身の諸仏に仕える寺社たちもそれぞれ自分の師である諸仏に弥勒と同じ質問をします。寺から湧き出たこの菩薩たちはどこから来たのでしょうか。と。諸仏は寺社たちをこう諭します。しばらく待つがよい。あの弥勒菩薩は釈尊に受記された弟子であり、釈尊に次いで後に仏になる人である。仏は今その弥勒の質問に答えられるであろう。よく聞いていなさい。池田、この表現も面白いね。釈尊に縁の深い菩薩や聖門たちの中でも弥勒が質問したことに深い意味がある。だから釈尊は素晴らしい素晴らしい。弥勒よ、あなたは仏にそのような大事なことを質問したと称えた。斉藤、弥勒は一生不諸の菩薩と言われ、釈尊の次に仏になるとされた菩薩です。釈尊の皇帝の中の皇帝です。その弥勒が質問したということは、釈門までの教えでは未解決の大いなる問題が残されているということですね。下駄、そう、一切衆生の中に仏の生命があることが分かって成仏の帰別を受けてもそれだけではまだ不十分だったということです。寿老本の久遠実上、釈尊が久遠の昔に浄土したことが明かされなければ一切衆生の成仏の道は絵に描いた餅に過ぎないからです。そのことは詳しくは後に論じることにするが、ともかく釈尊の久遠の生命を明かすためには自由の菩薩の出現が不可欠だった。弥勒の質問をきっかけとして真実の教えが説かれていくわけです。すなわち釈尊は諸仏の知恵、諸仏の自在神通の力、諸仏の獅子奮陣の力を表しながらいよいよ一番重要なことを説こうとする。須田、そして釈尊の口から語り出された答えはもっと驚くべきものでした。遠い昔からこの茶葉世界で自分が狂気してきたのがこの自由の菩薩だと明かしたからです。遠藤、とりわけ有名なのが、私は久遠よりこの方、これらの大菩薩を狂気してきたのである。我は久遠よりこの方、これらの死を狂気せりの一節ですね。天台はこの我は久遠よりこの方の門を逆海言検論と呼んでいます。寿老本で明かされる海言検論、言は至上昇格を開いて、論は久遠実を表す。が湯十本ではほぼ略して明らかにされたという意味です。須田、これは大変なことです。弥勒をはじめ蝦夷にいた人々は皆それまで釈尊は菩提樹の下で初めて浄土したと信じています。今まで略行修行をしてきた結果、今世で初めて成仏したと誰もが思っていた。いわゆる至上昇格、初めて昇格を成就です。斉藤、まだここで久遠実上の全体像は明かされていませんが、至上昇格の考え方と決定的に矛盾します。須田、誰も見たことのない自由の菩薩という釈尊の無料の弟子が眼前にいるのですから、自分たちの理解を超えています。今まで信じていたものがガラガラと音を立てて崩れていく、まるで立っている大地をひっくり返されたような衝撃でしょう。斉藤、この驚きが同州将棋ですね。自分たちの執着を打ち崩され大きな疑問が生じた。弥勒はそんな皆の心を代表して再び問います。世尊は王宮から出て出家され悟りを開かれてから44年になったばかりです。
このわずかな期間でこのような無料の大菩薩を強化されたとはとても信じがたいことです。例えば若々しい25歳の青年が100歳の老人を指してこれは我が子であるというようなものです。私たちは仏の言葉を信じています。しかし後に新しく発信する菩薩たちが仏の滅後にこの教えを聞いたなら信じせずに法を破る因縁を作ってしまうかもしれません。願わくば彼らのために詳しく解説して私たちの疑いを除いてくださいと。この弥勒の問いかけで20本は終わっていますっていう感じで。終わり？これで20本は終わって、うんこっからじゃあその質問に答えようって言って答えるのが受領本っていうやつですね。そういうことね。でもこの質問がなかったらうんまず受領本にはいかなかったし、自由の菩薩っていうものが出現した同州将棋が起きたっていうのが大事な章ですね。ここはわお。意味わかんないって感じになってると思いますけど弥勒とかもそうなってたってことですよ。ポカーンなってたんだろうね。でこのままだと今後の弟子たちが仏の言葉を信じない原因になっちゃうかもしれないから、どうかこの疑問を晴らしてくださいっていう形ですよね。ちゃんと説明してもらえるかなっていうね。今世で悟ったんですよね、っていう。過去世で狂気してたっていうのはどういうことですか、しかもこの貫禄のある方々たちをっていう、釈尊が25歳だったら100歳に見える人たちがはいって感じだよね。もうついていけないので説明をお願いしますっていう段階ですねこれ。ドラマチック。ここまではなんか映画みたいな感じですよね。だからまあ話の展開を知っておくっていう意味で、まあ今はそういう段階でしょうね。いいですね。シーズン2らしくなってきたっていうそうですね。面白い。同州将棋ね、今まで信じてたものが覆された、経験はございますでしょうか？ございますでしょうか。まあ歴史的なところで言えば、ガリレオ・ガリレイの話ですよね。宇宙が回ってると思いきや、地球が回ってる、宇宙っていうか太陽が回ってるって思っとったら、太陽の周りを自分らが回ってんだっていう、これも同州将棋起きまして、確かに今までは神が作ったなんか皿みたいなところの上に住んでるのが人間みたいな、そんな感覚があったのが当たり前でしたからね。でそう、それを権威として人々を束ねていた聖職者たちからすると、何を言ってくれとんじゃいと、不敬な行為だなっていう、とよく似たことが法華経の中でも今起こったと。同州将棋今世で悟ったんですよね。今世頑張ったからあなたはなったんですよねってなってるのが、何過去世っていうちょあれ、ね、今までそんなこと聞いたことないっていう話になって、どこっていう、いや信じてますよもちろん、釈尊のこと、師匠のことは信じてます、一旦ちょっと説明してもらっていいですかっていう、このままだとやだことになっちゃうかもしれないですっていうような段階だよね。びっくりするぐらいの量のこわもての仏の皆様が、菩薩の皆様がとんでもない物量をなしてきてると、そら怖いわな、ビビるわな。こわもてかどうか知らないですけどそらそうか、金色に輝いている、憧れるような感じってことですね。まあそうですよね。前に舞いながら湧き出てくるって言いますから、もう絶対的幸福っていう境界を表現してるんですけどね、その前に舞いながら登場っていうのは、まあおいおい出てくるけど、そういう内容、まあ一旦この場面ですから、なんて言うんでしょうね、身近な同州将棋を教えてくださいよ。身近な同州将棋今までこうやって信じとったけど、そうじゃねえんだなっていうふうに思ったこと、で最初にそうやって言われた時ははって思ったけども、なんとなくそれが真実って分かってきたみたいな話ですよ。そういうことね。そうやってあるけどね、小学校とか、当たり前と思ってた価値観がぶっ壊されるっていうことですね。家庭の常識が
うん学校とかでは違ったとか、うん学校の常識が中学校では違ったとか全然あるでしょ。まああるんじゃないかな。普通はカレーの中には玉ねぎ人参じゃがいもがあったのにあいつのところ絶対ピーマン入れるもんなとか、ピーマンってみたいな。チョコレート入れるのとか、いやてか半分ルーシチュー入ってんだけどとか、混ぜてるとか同種将棋ですね。同種将棋でしょ。何の話まあでもまあこんな感じか小さい意味で言えばたちの同種将棋でうんで学校で教えてもらったことが間違いないと思って社会に出たら、うん怒られる上司に、うんお前そんなことでとかさ、指示待ちしてんじゃないとか、言われたことをしっかりやることが学校では評価されたのにとか、そうね。もしくは今は主体性を伸ばす環境になってるから学校が、うんそれで主体性を持って職場でやったら勝手なことやんだとか言われたりとか、まあ、いわゆる理不尽に当てられるってやつ。嫌な怒られる。学校ではそれを評価されたのに、ちゃうやん、言ってたことちゃいますやんっていうね。それみたいなもんですけど、それのうん究極ですね、ある意味。まあそうね。初めて俺が山本君とこういうことやり始めた一番最初生命論から始まって、はいはいやりましたね。あの時も同種将棋してたと俺思うんですよね。結構、あの時の山本君は若干感情的になってた感じがするそうなの。なんか同種将棋が起きてる時ってそういう感じになるんだけど、ああまあなるでしょうね、うんそうそう全然なると思う。でもそっからが始まりだよねっていうことで、うんもうこの本物の始まりって同種将棋から始まってるから、だから同種将棋が起きていいんだっていう、そっから始まりましたからね我々の関係、そうですね。っていう意味で同種将棋で大事だよねっていうような内容で今回終わっていいですかね。そしたらね、まあいいんじゃないですか、まあやっぱ刺激的な人生でいきましょうよ。そうですね同種将棋どんどん起こしていこう同種将棋が起きたここで噛むなんて同種将棋起こしてどんどん行きましょうって話と、同種将棋どんどん自分らも起きたらいいなっていうような気持ちになろう、もうそういうところに飛び込んでいくっていうのをね、楽しめるそうですね。そっから変化が始まるしね、そうですね。いいような内容、はいまた次回お会いしましょう。はい、お疲れ。おつもと。